ちは。皆様いかがお過ごしでしょうか。動画のサムネイルにもある通り、今回のヨーロッパ旅行でエルメスのハンドバッグを購入しましたので、今日はねその開封動画を撮っていきます。毎回そうなんですけど、今回もかなりダメ元で、あまり期待はせず、だけどねヨーロッパにいる間はできる限りのことはやろうという程度でした。しかしそのラッキーなことにねハンドバッグを購入することができて、少し早めのクリスマスが来た気分です。クリスマスといえばそのギフトシーズンやイベントごとがやってきますが、本日は最近私がね気になっていたジュエリーブランドをご紹介したいと思います。そのブランドはアイディオというベルギー発のジュエリーブランドで、最近よくその SNS で見かけていて結構気になっていました。こちらのねジュエリーの特徴としましては、まずラボグロダイヤモンドを使用しています。そのラボグロダイヤモンドという言葉を聞き慣れない方のためにまずこちらをご覧ください。ラボグロダイヤモンドとは研究室で作られたダイヤモンドのことで、天然のダイヤモンドと同じ化学組織、結晶構造、物理的特性を有しています。ラボグロダイヤモンドは特殊な機械がない限り、鑑定士でも肉眼では天然のものとの違いを見分けることが困難だそうです。というわけで、その見た目の美しさ、輝きはほぼ天然のダイヤモンドと変わらないけど、そのお値段はその天然のものに比べるとね手が届きやすく、そして製造の過程で人も環境も傷つけることがなく誕生するラボグロダイヤモンドを使用するアイデオのジュエリーは、サステナブルな時代に即していると言えます。そしてね、私がこのブランドが一番面白いなと思った理由が、一旦スタッドピアスを購入してしまえば、あとはねそのアドオンといって付け替え部分を自由自在に組み合わせてジュエリーを楽しむことができます。早速今回ね私がオーダーしたアイデオのジュエリーを一緒に開封していきましょう。そもそもねパッケージがとても可愛いです。それでは開けます。かわいい。まずこれはかわいいアイデオのミラーが入ってます。手鏡ですね。かわいい。それとシュシュが入ってます。かわいらしいノベルティですね。そしておそらくこっちにジュエリーが入ってると思います。かわいい。なんか本みたいなね、本だよねこれ。見た目がすごい本みたいですごいかわいい。で、私がね今回オーダーしたのがこちらです。なんか顔みたいでめっちゃ可愛くない今回私が選んだのはこちらです。ベースのスタッドピアスとこちらのアメリアというシンプルでも上品に見えるデザインのアドオンを選びました。スタッドピアスにこちらのアメリアのアドオンを足すと、お出かけをするときや少し特別なイベントのときに華やかに見えますし、このくらいの大きさだと普段使いもしやすいのかなと思います。そしてもう一つはルシアというこちらのアドオンを選びました。ルシアは耳たぶからどの位置にダイヤモンドをつけるか位置を調節できる作りになっているので、その日の気分で高さを調整することができます。フォーマルな日もカジュアルな日も両用使いできそうで、このユニークなねデザインのピアスがとっても気に入りました。そして14金ソリッドゴールドを使用していますので、長く使用しても錆びにくかったり、この変色の心配というのもいらないのでずっと使えます。さて、これからねイベントごとも多くなる季節になります。今年1年頑張った自分へのご褒美や大切な人へのギフトに、アイデューのジュエリーはピアスだけではなく
ネックレスやブレスレットもありますので、気になられた方は概要欄にリンクを貼っておきます。ちなみにIDEOのジュエリーは世界中に郵送していて送料が無料です。それからそのウェブサイトはね、英語なんですけど、英語が苦手だという方はお買い物をするときにウェブサイトを日本語に変換してしまえば日本語でお買い物をすることができます。ということで今日はこのままIDEOのジュエリーをつけてね、バッグの開封動画を撮ろうと思います。さて今回ヨーロッパ旅行中にパリのエルメスでバッグを購入しました。早速そのバッグをね、開封していきます。ブックレットですね。今回私が購入したのはケリー25センチエプソムレザーのゴールド金具です。それではちょっと今から中を開けてみたいと思います。ちょっと初めてエプソムレザーのバッグを購入したんですけど、普通に硬い硬いです。硬い。ちょっとたくさん使って皮を柔らかくしてあげたいですね。一気にテープも取れたわ。こんな感じです。中におそらくストラップとクロシェットが入ってます。持っているエルメスのバッグが全部内縫いで柔らかめのレザーだったので、次は外縫いのねエプソムレザーのケリーが欲しいなと思っていて、このスペックのバッグをねしばらく探していました。なかなか手に入らないことは分かっていたので、いつか購入できたらいいなと思っていましたが、このタイミングで購入することができて本当に嬉しかったです。さてここからは、前回前々回のバッグ購入時と同様に、今回このバッグをね購入することになった経緯をパリで撮影してきたので、興味がある方は引き続きマイケリーストーリーをご覧ください。皆さんこんにちは。
いかがお過ごしでしょうか。本日はですね、このバッグを購入した経緯というのを詳しくお話ししたいと思います。まずですね、今回私たちはロンドンとパリの旅行を計画していて、でまずはロンドンにステイしていました。せっかくならヨーロッパに到着した日からその抽選にね応募した方がいいかなと思って。というのもなぜならですね、前回私はバーキンのバッグをね購入した時に、あの時は抽選だったんですけど、7日間かな、デビッドと私両方抽選にトライして、私が7日目に当選しました。なので、正直ちょっと甘く見てたところはあったんですけど、今回もねロンドンに到着した初日から抽選に応募し始めて2回目にして当選しました。なんかその抽選に当選しましたっていう連絡が来た時にですね、私たちはロンドンの老舗ジャズクラブにいました。ジャズを堪能してですね、その場所から出て E メールをたまたま確認した時に8時過ぎでしたかね、夜のエルメスのレザーアポイントメントの抽選に当選しましたという E メールが来ていて、どうしよう。それがですね、ちなみに月曜日だったんですけど、月曜日ということはですね、火曜日、その次の日のアポイントメントなんですよ。でそれを見たのがもうすでに夜の8時過ぎていたので、次の日にパリに行くのか行かないのかっていうのを決める猶予がなくて、とりあえず私的にはすごい申し訳なくて、デビッドにまたかみたいな。で3時間ぐらい悶々としておりました。次の日にもしパリに行くとなれば、そのフライトかそのユーロスター電車を予約してパリに戻んなきゃいけないんですよ。もうね、前日って言ったら何でも高いんですよね。そのリスクもあったんですけど、ご存知の方はご存知、そのパリのエルメスのレザー予約に当選したからといってその第一希望のバッグが出てくるっていう可能性はまたさらに低いんですよねいろんな諸事情があって。ということでもうとにかく迷いました。でも結果迷い抜いて、ちょっとデビッドには申し訳なかったんですけど、そのレザーアポイントメントに行かなかった時の後悔の方が大きいのかなと思って、自分勝手なんですけどその次の日行くことにしました。でね、デビッドにちょっと申し訳なかったんで、私一人でも行ってくるよって言ったら、優しいデビッドがね、一人では行かせられないって言われて一緒についてきてくれました。ということでね、私はユーロスターのチケットを2枚購入して、とにかく朝一のユーロスターを予約してパリにやってきました。いろんなことが頭を駆け巡って、その当日はねあんまりよく眠れなかったんですよ。でパリに到着して、パリのエルメスが開店するのが朝の10時半なんですけど、10時半になったらね、この前回もお話ししたと思うんですけど、その抽選に当選したらリンクが貼られてるんですよね。そこのリンクをその当日に何度かクリックすると、あなたのアポイントメント時間、いつ来てくださいっていうのが出ますっていうのがあるんですけど、なんかそのもともと与えられた時間があるんですよ。そのここに来て、この時間に来てくださいっていう。でもそこから前回の場合は前の方にずれたんですけど、で今回はね後の方にずれちゃって、でもそのリンクをクリックしていくとどんどん押してって、日帰りのユーロスターのチケットを買っていたので、ちょっとこのまま押されると追加料金を払ってそのユーロスターを遅らせなきゃいけないっていうことで、いやもうちょっとこれはまずいなということでどんどん押していって、で私たちはカフェに座っていたんですけど、もうちょっとデビッドがねお店にもう行こうってことでお店に行くことになりました。こんにちは。こんにちは。I think again we're just happen to be in the right place at the right time, so we might as well take advantage of it and see what happens. ありがとう。 Because we're not going to be able to get this from another part of the world. 無理だね。ちなみにジョージ B ですね。また前回と一緒。We like that story. ということで、どうなるかわかんないんですけど、これからちょっと行ってこようと思います。正直緊張してます。
Well, they should be nervous. They don't know if you are going to like what they're going to bring you. So hopefully they bring you something you like and then you'll buy from them. 結果がどうあれまた報告します。 But it's such a nice day in Paris today. I think we lucked out そうなのよ。 with the weather versus そうなのよ。 in London where it 雨降ってたよね。 was forecasted to rain. But today, look at this. It's blue skies and we've got yeah, such nice weather. We had a nice morning. Sat at a cafe. Had a real croissant. 美味しかったね。 It's good. Steaming hot. So yeah, now we're on our way. So let's go see the house. はい、行ってきます。 そのチェックインした後にお待ちくださいって言われて、デビッドとね店内の方で待たせてもらいました。How long did we wait till like we get assigned essay? 10 minutes? デビッド曰く10分ぐらいお店で待っていたら SA さんが来てくださいました。とにかく今回が3度目の3度目 ?Third time, right? そう3度目のレザーアポイントメントだったんですけど、なんか何度経験しても緊張するんですよね。まあその前日あんまり寝てなかったっていうのもあって、もう時間の感覚があんまりなくて、デビッドによると、10分後に SA さんが来てくださって、もう担当直入、その後彼女が今日は何のバッグをお探しですかっていうことで、今回ヨーロッパにねバーキン25センチを持ってきていたので、25センチのバーキンを持って今回のレザー予約に行ったんですけど、すごく気に入ってますっていうことをお伝えして、とても使いやすいし本当にたくさん物が入って便利ですっていうことをお伝えしたんですけど、私は結構移動が多いというか、その旅をすることが多いので、ショルダーストラップがすごい恋しいというかね、コンパクトなバッグでなおかつショルダーバッグがあったらすごく便利だなっていうことをお伝えして、今回私のバッグのコレクションに追加するとしたら、その外縫いのちょっとかっちりめバッグが欲しいということをお伝えして、もうズバリケリーの25センチが欲しいって言ったんですよ。そしたらオッケーみたいな感じで彼女はもう淡々とその携帯に私が欲しいスペックを記入していって、何色が欲しいですかって言われたので、どうしてもね外に持ち歩いたりすると暗い色の方がね、なんていうの、汚れとかを気にしなくていいかなと思って、第一希望は黒がいいんですよって言って、でその後はもうやっぱ暗めのグレーとかその辺をお願いしました。でオッケーって言われて、じゃあ次あとレザーはって言われて、もうかっちりめって言ったらね、そのボックスカーフとかもあると思うんですけど、エプソムが今回はすごい欲しくて、エプソムレザー一択ですって言って、でその後はじゃあ金具の色はって、いつもだったら即答でそのゴールドハードウェア金色の金具がいいですっていう風に言うんですけど、今回はねなんかあんまり絞りすぎたくないなっていうか、もう絞りすぎてるんですけど、これ以上絞らない方がいいかなと思って、何色の金具でもいいですっていう風に言って念を押ししたのは、とにかくバッグのサイズとそのレザーとこの外縫いっていうことにとにかくフォーカスしたいですっていう風にお伝えしました。そして彼女はもう淡々とへーって感じで彼女の携帯に登録していって、でその後に第二希望はどうしますかって言われて、何でもいいんだけどもし第一希望がダメだった時の場合、なんか前々回はなんか他のバッグを言ったんですよ、そのバーキンケリー以外のね。だけどもう今回はケリー25センチ以外はいりませんっていうふうに言って当初からデビッドともう一番欲しいバッグ一択でいいんじゃない今回はっていうことで、今回はそういうふうに決めましたって言って、彼女も OK って、じゃあこれねみたいな、極力希望に添えるようにちょっと行ってきますって言って彼女は去っていきました。でその間ですね、
How long did we wait? Wait, that was about another 10 minutes. 10 minutes。前回は5分ぐらいで箱を持って SA の方が戻ってきてくださったんですけど、今回はね10分ぐらい戻ってこなくて、なんていうのかな、短いとちょっと感覚的な話ですけど、短いとダメなことが多いのかなっていう。でも前回はね欲しいバッグをいただけたのでそうとも言えないんですけど、短いとちょっとダメだったのかなっていう感覚があるので、長いとちょっとこれはいいのかな、でももしかしたらダメなのかなっていう、もうずっと葛藤があって、その間待っている間に周りの人がどんなバッグをオファーされてるのかなっていうのを見てたんですけど、なんか3組バッグをオファーされてる方々がいて、ちょっと一番奥でバッグをオファーされてる方は何のバッグだったのかちょっと見えなかったんですけど、ここの真ん中でオファーされてる方は18センチのピコタンのゴールド金具をオファーされていて、で手前でオファーされている方はエブリンの PM サイズかなのゴールドをオファーされていました。そして10分後に私の SA が戻ってきてくださって、手ぶらだったんですよ。やばい、どうしようって思ったんですけど、 Please follow me って言われて、こちらに来てくださいって、そう一瞬焦って手ぶらの彼女を見て、私についてきてくださいって言ってくださったので、お、まだ続きがあるって思って、今回は彼女がプライベートルームに案内してくださいました。そしてお部屋に入ったらね、2つ箱が用意されていました。今回はね先ほども言ったと思うんですけど、3回目のレザーアポイントメントだったんですけど、初めて2つのボックス箱があったんですよ。で今回2つ箱があると思って、1個はね薄くて、1個はここにあるんですけどちょっと分厚い感じの箱で、今回2個箱を見て、いやちょっとこれは希望通りに添えなかった方のパターンかなって思ってたんですけど、今回は2つご紹介したいバッグがありますと SA の方に言っていただいて、初めてプライベートルームでバッグを紹介していただきました。そしてですね、彼女が1つ目の箱に手を伸ばして、今回あなたの希望のバッグが1つ見つかりましたということで、彼女がどんどん箱を開けていって、こちらの箱を彼女が見せてくれました。もうねこのバッグを見た時に本当にもうガスプというかってなったぐらい本当にびっくりして、というのもですね初めてだったんですよね。何度も言ってるんですけど、パリでのレザーアポイントメントを3回経験したんですけど、細かく第一希望が通ったのが今回実は初めてで、本当にびっくりしました。とても感動しました。そして彼女がもうこのバッグって本当になかなか出てこないというかね、すごくラッキーでしたねって言ってもらって、本当にオファーしてもらえたっていうことがしばらく信じられなかったです。そして彼女がもう一つご紹介したいバッグがありますということで、もう一つの箱をね出してくださって、こちらはって言って、ミニリンディの、ゴールド金具、お色味がエトープでした。私はリンディを欲しいと思っていなかったので、でもとても人気なバッグっていうのはよく知っていて、ミニリンディもすごく手に入らない商品ですっていうふうに SA の方が言っていました。なので全然2個もオファーされるって思っていなくてびっくりしました。で一応トライしてみたらっていうことでトライして、デビッドがちょっと写真と動画をね撮ってくれたと思うんですけど、初めてリンディを持ってみてとても軽くて、旅行にはすごくいいなって思ったんですけど、今回はミニリンディの方はね
本当に第一希望で欲しい方が購入できたらいいなと思って、ミニリンディの方はお断りして、今回ケリー25センチをお迎えしました。今年の春ぐらいかな、読んだ記事にそのエルメスは、ここパリから車で2時間ぐらいの場所にあるノルマンディーに新しい工場を作るということで、工場がもう稼働してると思うんですけど、そのケリーをメインに作るということでちょっとワクワクしていました。その次はね、もう小さめのケリーが欲しいなと思っていたので、もっとケリーを作る工場ができたというニュースはとても嬉しかったのを覚えています。ということですかね。これからたくさんこのケリーを使っていきたいと思います。取り急ぎバッグを購入できて本当に良かったというのと、この記憶がねまだあるうちにパリのホテルからストーリーというのをお送りしました。ここまでご視聴いただきありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。